講演依頼 .com 新聞土です。今日はなんとニューヨークの方から、小林さやかさんに入っていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。ビリギャルこと小林さんですが、はい、改めて、ご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけども、改めてご自身から自己紹介をお願いできればと思います。はい、ビリギャルっていうストーリー、学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話っていうのが正式名称なんですが、この本の主人公本人として活動をさせていただいておりますビリギャルの小林さやかと申します。現在はニューヨークに住んでおりまして、1ヶ月前にニューヨーク来たばっかりなんですけれども、このもう2週間後ぐらいかな、この秋からコロンビア教育大学院のコグニティブサイエンス・イン・エデュケーションという認知科学のプログラムで2年間、留学予定です。もう今34ですけども、今回初めての留学に挑戦をしまして、今も学び続けているという状況なんですけれども、同時に講演活動も続けております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。一番最初に坪田先生が、ビリギャルでこちらの書籍、これちょっと参考本の方ではなくて文庫本ですけど、でこちら出されて、そこでもいろんなところで一躍有名になられたとっていうところで、あとはその中でエピソードで出てくるお母様の、教育方針だったりとか、そういったところにも着目してお母さんの方から自ら出して、ここにも挿入で、小林さんの文章とかもね、よく入っているものになるかなと思いますけど、そちらと、あとはご自身でもこれも出されましたよね、こちらの。はい。すごいですね。どうですか、生活の方はだいぶ慣れましたでしょうか？楽しいです、すごく。一日の流れとしてはどういう感じでお過ごしされていらっしゃるんですか？実はその9月からですね、そのティーチャーズカレッジっていうコロンビア教育大学院のプログラムのオリエンテーションが始まるんですね。ただ私7月頭に来ていて、ニューヨークにね、なんでそんな早く来たかというと、ちょっと英語がめっちゃ不安だったので、コロンビア大学が運営している言語プログラムに自分で、それも別でアプライ、出願をして、で、余分にお金はもちろん払うんですけれども、言語プログラムに6週間の言語プログラムに参加してたんですよ。で、明日最終日。あ、そうなんですね。明日最終日です。6週間経ったんで、明日最終日で、で、大体このプログラムは朝9時から昼の12時まで毎週あって、で、木曜日だけ夕方4時まであるんですけども、なので週に18時間ぐらいは英語漬けっていうプログラムで、友達もいっぱいできたし、今日はみんなでピクニックをしてて、最後の日、ほとんどもう最後なんで、もうすごい楽しいです。英語全然私一番ダントツでできないんですけど、多分一番楽しんでると思う。YouTube チャンネルでも、ご自身のその授業のそのプログラムの風景も映されてたかと思うんですけど、いろんな、中国の方とかも結構多いんですかね？多いです。中国の人がほとんど、その言語プログラムはね。これでまた、教育大学院の方の授業が始まると、いろんな人がいると思うんですけど、いろんな国の人がいると思うんですけど、言語プログラムはもうほとんど中国人で、中国人のクラスメートはほとんどみんな、なんでここにいるのっていうぐらい英語ができますね。で、なんでできるかって聞いたら、このプログラムに参加することが条件で、合格をもらったって言ってるので、彼らはもう参加する以外に道がないみたいな状態で参加しているので、もうネイティブじゃんっていうぐらいみんなできますね、割と。言語プログラムの目的としては、ゴールとしてはその言語マスターっていうような意味合いなんですか？そうですね。言語プログラムにもいくつかコースがあるんですけど、私が参加しているのは、この秋からコロンビアの大学院に行く人専用のプログラムなんです。だから、結構、プレゼンテーションをどうやってやるかとか、データコメンタリーって言って、データ
をどうやって他人に説明をするかとか、結構秋から使えるスキルにフォーカスを当てて、まあ、授業をデザインされてるなっていう印象ですね。はい。そしたら、で、次にまた9月からコロンビア大学に行かれるということで、そこではどういうようなことを学ばれる予定なんですか？分野としては認知科学といって、まあ、もうちょっと広く言うと発達心理学とか教育心理学とか、まあ、心理学、サイコロジーの分野なんですけれども、もう簡単に言うと、人ってどうやって学ぶのかっていう人の認知をもう少し科学的に、まあ、アプローチして理解しようとする学問っていう感じかな。留学行こうって決めた理由を、まあ、いくつかあるんですけど、もうすっごい一言で言うと、もうビリギャルを科学的に証明したいなって思ったからです。だから認知科学を学ぼうと思いました。で、もうちょっと具体的にお話しすると、そのビリギャルってなったのが、もうすでに私、社会人4年目か5年目ぐらいだったんで、もうすでに大学受験終わって7年ぐらい経ってた時に、わーっとビリギャルが、まあ、ヒットしたというか、本が売れて映画化されてっていうことが起きたんですよ。で、その時もう私、社会人でウェディングプランナーバリバリやって、もう楽しい転職と思いながらやってた時だったんで、まあそのままウェディングプランナーを続けていくつもりだったんですけど、すごい、やっぱりなんかこう、ね、社会現象になるぐらい多くの方に知っていただいたじゃないですか。で、はい、その時に、なんでそんなにみんなすごいって言ってくれるんだろうって、なんていうの、なんかすごい客観的に見てしまって、ビリギャルのことを。なんでみんなそんなにビリギャルって言ってくれるんだろう。何がそんなにすごいんだろうって、もちろんすっごい頑張ったし、誰よりも努力したつもりはあるんですけど、慶応入ったらそんな人いっぱいいたし、自分も無理だって言われたところから頑張ったって人がやっぱりいたし、私だけじゃないんだって思ってたので、なんか、なんで私だったんだろうっていう感覚はまずあったんですね。だけど、まあ、子供たちが、私が思ってた以上にすごく自信がなくって、で、講演活動をさせていただくきっかけになったのは、その自信をなくしている子供たちを勇気づけてあげてほしいって言われて、まあ、小学校に初めて行ったんですけども、小学校で話をしたときに、なんかすごい私、ウェディングプランナーよりこっちちゃんとやりたいかもって思ったぐらい、子供たちの人生に関わるお仕事をしていきたいなって思ったのがきっかけで、本格的に講演活動をスタートしたのが2014年だったんですね。だけど、その過程でね、まあ、ネットを見ても同じことを書かれてるんですけど、この子もともと頭良かったんだろう。それだけだろう。っていうリアクションがすごく大きくて、で私はそれを見て、なんでそんなにみんなそんな風に思いたがるんだろうって。この子は中学受験をしてたらしい。この子はもともと偏差値63ぐらい英語はあったらしいと。なんか全然誰っていうような人がネットに一生懸命書き込んで、それを見て、やっぱりあの子もともと仲良かったんだ。なんだ、じゃあ同じことしようと思ったけど、やっぱり無理か、やめよっていう人たちがやっぱりたくさんいたんですよ。で、私それを見て、なんでそれを言って誰が得をするんだろうなっていう、なんかすごいもどかしさを感じるようになって、で、別に私は、まあ、誰よりも頑張ったし、実際もう慶応行って人生変わってるから、私もあんなに頑張ったのにっていう気持ちよりは、どちらかというと、この人たちなんで、あの子がもともとそういう才能があっただけよ、自分には無理だわ、あなたには無理よって、自分や自分の周りの子供たちにバリアをしちゃうんだろうなっていうのがすごく悲しかったんです。すごく。ミニギャルで伝えたいことって別にそういうことではないから。だから、私はすごく、昔の私はなんでじゃあできたんだろうっていうことを、そのリアクションの渦の中で考えたときに、やっぱりもう私一つしかなくって、もともと頭が良かったとか、そんなふんわりした論じゃなくってね、やっぱり坪田先生やうちのお母さんが私を信じてくれたからできたなって思ったんです、すごく。で、あの時に仮に、いや、
わかるよ、さやかちゃん、慶応行きたいのわかるけど、やっぱり今から偏差値28の時からは無理かもねって坪田先生が一言でも言ったら、私は絶対慶応には行ってなかったと思うし、多分途中で塾にも行ってなかったと思うし、そもそも通おうとも思わなかったし、大学はどこにも行かなかった自信があるんですね。だからやっぱり周りの環境、学習環境ってめちゃめちゃ大事だなって、人生左右させちゃうなって思うから、学習者が昔の私みたいに周りがびっくりするぐらい能力を発揮できる学習環境ってどんなものなのかっていうことをもうちょっと科学的に皆さんにお示しできるようになりたいなって思って、認知科学が発展している、進んでいるアメリカに留学しようと決めました。はい、ごめんなさい、長くなっちゃって。最初に日本でも大学院にも行かれましたよね。日本に、行きました。それも同じ理由で、私講演ばっかりしてても本当にやりたいことって子どもたちに対して大丈夫、みんなは天才なんだよ、できるよって鼓舞して回ることだけでいいんだろうかって、講演これまで500回以上してきて、で毎回すごい反響をいただいて、で来年もやってほしいって毎年呼んでくださる学校もたくさんあって、だけどその時鼓舞できてちょっとマインドセットを変えられることができたとしても、その生徒たちの彼らが家に帰ってビリギャルの話今日聞いたんだと、だから自分も慶応行きたいって言ったとするじゃん、仮に。したらその子たちなんて言われるかっていうと、あんたあの子もともと頭良かっただけなんだから夢見てんじゃないわよ、学校の勉強しなさいよさっさとって言われて、はーいみたいな感じになるんだよ。想像できません？それ。そうですね。わかります。なんとなく。わかります？だからそういう声をたくさんもらったの。さやかちゃんの声聞いて頑張ろうと思ったけども、お母さんに帰ったらこうやって言われたらやっぱり無理なんでしょうかみたいな DM が毎日来るの。これ私子供たちに講演してばっかりじゃダメだ。周りの大人の価値観、学習観を変えていかないと、大人の在り方、マインドセットを変えていかないと、この子たちの未来って本当の意味で変えられないんじゃないかってもやもやしてきて、それで、まずは日本の大学院に通って学習科学、これも認知科学の、一個なんですけれども、学校の教室だけじゃなく子どもたちを取り巻く学習環境がどうあれば学習者の能力が最大限引き出せることができるか、学習の質をどう上げるっていうことができるかっていうことを追求した学問を2年間修士論文書きながら学びました。はい。それの延長今回で。そこをしっかりと自分の中で科学的に証明できると、もっと自分の言葉にも重みが出てきますし、